今日のお話は前回の続きとなります。前回をまだご覧になっていない方は右上にカードを入れておりますので、そちらを先にご覧ください。いつも心が安定していて、自他ともに心の自由を受け入れる人ってとっても魅力的ですよね。そんな人はいつもお互いを尊重するスタンスですから、一緒にいて楽しいし、ずっと一緒にいたいって思います。そんな方と旅に出るとまさにスピリチュアルジャーニー。私が定義するスピリチュアルジャーニーとは、十分に魂が解放されている状態を指します。ですから特別に聖地やパワースポットと呼ばれる場所を目指さなくてもいいのです。旅の目的は魂を軽やかに解放することですから、自然の美しさに触れ、より感性を豊かにすることが大切だと思っています。私はそれをスピリチュアルジャーニーと呼んでいます。でね、ここがとっても面白いのですが、案外そんな旅の方が求めていないのに秘境と呼ばれる聖地にたどり着いたりするのですよね。今日はそんなスピリチュアルジャーニーの一端をお届けしたいと思います。まず私は行き場所を決めたら、お相手と大まかに行きたいところをそれぞれがピックアップします。でもいつどこへ行くかはまだ決めないのです。あとは当日にって感じです。なぜかというと、お天気や時間によって見れる景色が変わるからです。またお食事だってお腹の空き具合によって食べたいものって変わりますよね。だからピックアップだけしておいて、その都度どうするなのです。例えば前日の夜には、明日のランチは海沿いにある美味しいと評判のカフェで綺麗な海を見ながら食べる予定にしていたけど、実際の私たちはそれほどお腹は空いていませんでした。そんな時はドライブに切り替え、お腹が空いたらその時また考える感じです。そのおかげで予定もしていなかった場所や偶然見つけた清らかなエナジーに満ちた聖地にたどり着いたり、はたまたとても美しい夕日を堪能したり、あまりにもゆっくり堪能しすぎて次に行こうとしていたところに間に合わないということもあります。でもそんな時も全く動じません。その時間帯に行けるところへ急遽予定変更。昨日の予定どころか数時間前の予定とも全く違うことをしているのです。でもそんなことがお互いに当たり前ですので、いつも最高のタイミングで最高の美味しさや美しさを堪能できるというわけです。お食事だってもちろん美味しいレストランにも行きますが、何が何でもというわけでもなく、今日は疲れたからテイクアウトにして部屋飲みしようと帰ったり、もしどちらかがしっかり予定を立てるタイプだったら、あるいはせっかく旅に来たのだから現地の有名なものをコンプリートしたい、美味しいレストランしか行きたくないっていうタイプだったら、こんなにもリラックスした旅は経験できないと思うのです。そしてたとえ行きそびれたところがあったとしても、またいつの日か行けばよいというスタンス。実際私たちも行きそびれたところがあったのですが、また今度行こうと次の楽しみにとっています。とはいえ実際行くかどうかは分かりませんよ。その時また違うところに興味が出ているかもしれませんしね。そしてここからがとっても大切なポイントなのですが、実際次の機会があってもなくても、またたとえ今の自分に次の見通しが全くなかったとしても、次の機会を願っていいのですよ。だって心で願うことは自由なのですから。見通しがないのにと思われるかもしれませんが、エナジーの不思議な法則は心の中で思い描く豊かさの方が現実化しやすいという特徴があるのです。だから私たちはきっとまた2人でスピリチュアルジャーニーに出かけるのでしょうね。
たとえあなたがどれほどとどめたいと願っても、人も物も時間も空間もすべて毎日変化していきます。だからね、とどめられないものをとどめようとエナジーを費やすより、しなやかにご自身を変化させていくことにエナジーを使っていきましょう。最後までお聞きくださりありがとうございます。ごきげんよう。ナモアミダ仏。